こんにちは。アニメ紳士です。今回は魔法少女に憧れて第8話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。動画の前半では放送中や放送直後の反応、後半では放送後の感想や考察をお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。急にエロ全振りで草。ヤナ系はちょっと痛そうなのは抜けない。レーゼと違ってエロスが分かっていないジョーカ。早くヒカサが入るところを見たいんだが。ほんとそれ言うほど見たいか。ちゃんとエロも忘れない。さすがだ。一応目的とかある組織なんだな。垂れ目巨女子スターとか Y の性癖にクリティカルやんけ。男ならこういう死に方してえもんだな。これは巨女フェチもにっこり。スレイブの巨女需要も奪うつもりか。17歳のおっぱいとかこれ大丈夫かよ。全方位的に回すのかよ。星の数は強さに比例するのかな。これは魔法少女たちと組むかな。これから毎回お仕置きタイムが見れるのは胸熱ですね。最後の最後にご褒美待ってた。今回は陥没乳首だけかと思ったらちゃんと最後に入れてきた。エロ不足か思ったら最後良かったわ。さすがに前半は失速かと思ったが後半爆上げ、完全に派遣だわ。それにしてもアニメはめちゃギリギリ攻めてんな。作が復活して何より。今週も素晴らしい出来だった。作がすごかったな。ヘルプたくさん入ったのかな。今日は物足りないなと思ってたら最後きっちりノルマ果たして草。ロコちゃんの歌が予想以上で良かったわ。あんな歌い方難しいぞ。全裸でムチ打ちエロすぎだろ。ロコちゃん絶妙にのんちで笑ったわ。ローズ団がベテラン声優だらけ。ロコかわいい。素晴らしい。新キャラ4分の2が乳首早速晒してロコムジカの絶妙に下手な歌で爆笑してたのに、最後のシリアスお仕置き見てて辛くなったじゃねえか。でもお仕置きの時にルレルが目をそらした描写はナイス。まさかアイドル志望の可愛い娘を早速脱がしてビシバシお仕置きするとはたまらん。こういうのでいいんだよ、こういうので。ロード団来た。ロコマジカの絶妙にいじりにくい歌わなた。今日は色少ないと思ったら最後に来たな。レーゼちゃんは大怪我してても元気でやべえ女。ゆいちゃんとコリスちゃんは仲良し変顔で可愛いよ。魔法少女狩りにブチギレてたレーゼちゃんぶれないな。星の数が増えてたけどパワーアップフラグなのか。全体的な作画がいい回だった。さすがにライブシーンを動かすのは無理だったが。完全に派遣です。認めます。巨乳声がエロアニメに出てキキしてる。ヒカサ演技しろ。シリアスなヒカサって素なのか。地上波どうすんだよこれ。空も真っ白よ。音声はどうなるのかな。これは日朝でやるべきだな。親御さんがびっくりするだろうが。愛坂くんのエッチな声、今日はこれでいいか。愛坂くん好きなので戻ってきてる嬉しいわ。フリコネで腐るほど聞いてるけど今日は最高でした。テイルブルーさんももうダメだ。マジアベーゼと武器かぶってない。レーゼは普通のムチにもできるだけで乗馬ムチだよ。なんで青キャラはダメになっちゃうん。ウテナちゃんは星4個くらい出るけど、それだとヒカサと互角だから5つ目が出るんかね。潜在能力高そうだし5個じゃ済まなさそう。4万円の円盤予約するかめっちゃ迷うわ。とりあえず予約した。多分フィギュア自体も高騰するから元は取れるはず。そういや仲間内で争ってるだけで魔法少女のこと忘れてたわ。青のパンツに入れたやん。次回で2巻まで消化か。このスローペースなら3期くらいまでやれる。陥没乳首がこんにちはする描写を希望。ひょっとしてエロアニメなのではなかろうか。いじめられてかわいそう。もっとやれ。アズールを鍛えるのはサルファとの戦闘でいいの。エッチな攻めに弱いんだからそっちの体勢をつけなくちゃ。また同じことの繰り返しじゃね。ボロボロのシーンはやっぱり原作の方が好きだな。アニメじゃ表現できないな。これもしかしてただのエロアニメ。今夜の回はごっつるんじゃないかってヒヤヒヤした。ロコちゃんのコスチュームが最高に好み。ロコちゃんのメロメロリンに規制が入るであろう。地上波 BS とか見る意味あるの。ネロアリスかわえ。
あんな戦い方もできるんやね。これはアニメ制作者有能すぎて喜びがあふれるぜ。今週の感想、声優さんってすげえや。エロアニメ見に来たらバトルアニメだった。ほんと絶妙な下手さ加減にしてきたな。アホみたいに笑ったけどすげえわ。トリスマジアの描写増えてるし、作画も頑張ってていい回だった。ひよっちの悪者キャラゾクゾクさせてくるな。ロードさん一体何を考えてるのか気になる。団員のお仕置きたいのはロード様自身がお仕置きされるその時のための積み上げなんだよな。ワクワクが止まらん。ロコムジカちゃんのエロ化はポンコツアイドルっぷり、相乗効果で素晴らしい。ロコムジカ賛同頑張っても地下アイドルにしかなれなさそうなんだよな。ロコムジカさん、全裸になるより服着てた方がエッチなんですよね実際。魔法少女と SM プレイするマジアベーゼに対してロード団のメンバーと SM プレイするロードへのルネ、カラオケの微妙な下手さ加減の演技だったりと声優の素晴らしさも目立った回でした。結論、クソヤバ女ばかりでしたね。なんかすごい濃い回だった。かっこいいアクションいっぱいしてて、合間にテンポよくギャグもやって、がっつり歌パートもやって、変顔もシリアスか思い色気シーンも良くて、面白さてんこ盛りって感じですごい満腹感。満腹。設定的に魔法少女相手だとどうしてもシリアス展開にならないから、悪の組織同士の戦いにすることでシリアスにしつつ話がちゃんと盛り上がるという流れ。面白いなこのアニメ。水中美沙代さん、マジアベーゼさんに屈服したことで天下はカオル子ちゃんに修行をつけてもらうこととなったが、一方で悪の組織側もエノルミータとロード団に分裂した回だった。一応悪の組織の目的は、エノルミータ側の目的は魔法少女に対してのいたずらのみで、ロード団は世界征服と完全なる悪役っていう感じだった。今回新垣結衣ちゃんが不器用なことが分かってよかった。ロード団、実質的に第三勢力だね。あくまで魔法少女は憧れの対象なベーゼからしたら、本気で警戒したいのは神出鬼没なベナさんよりも断然そっちだろうな。新キャラのすごく音痴じゃないけど、リアルに微妙な感じの歌声の演技すごい。ますます面白くなってきた。キウイをかばって深手を負ったフテナ。キウイは自分を責めていたけど、原因を作ったのはあの黒いキューベエモドキなんだから気にすることはない。それとあの曲、歌詞の内容ねえは下手さが中途半端だわ。と思っていたら、同じことをキウイが言ったのには笑ってしまった。新キャラ登場と同時に反逆し始めるなんておもろい。星の数の意味が初めて分かって、ネロアリスちゃん3つもあったんだな。そしてロコちゃん良いキャラしてるわ。可愛くてたゆんたゆんしてるのずるい。今後も楽しみすぎる。魔法はこかみ。ロコマジカちゃん可愛いけど、よく見たらだいぶアホみたいな衣装着てて笑った。でもキャラ的にこのアニメにしては、癖なく可愛い雑魚っ子で好感度高くなっちゃう。心配するキエちゃんとか、感情多めなコリスちゃんとか、今回全体的に可愛かったな。ベーゼはヤバい方向行ってるが。くだらないとマジアベーゼたちを見下すロード。大使、ロードラ、星を落とすと高らかに笑い、そんな星を見上げるマジアベーゼ。この対比で今後の下克上展開をそそりつつ、ウテナとして魔法少女は守り抜く精神を感じれる。なぜウテナが悪の女幹部として選ばれたのか、その一端が垣間見れた気がします。ロード団のロコムジカさんが根っこの部分で同じなのも見えてきました。ウテナが魔法少女のあるべき姿を熱弁するのが楽しみです。ロード団との対決はどうなるのでしょうか。ロード団と過不穏な新勢力いらねえ。と思ってたけどロコムジカ可愛いな。ちょろい。でも愛はやっぱりエノルミータ組。今回はキウイちゃんとコリスちゃんが仲良さそうでよかったです。マジアベーゼの愛と憧れゆえのサディスティックを明示した前回から、乳繰り合いでも趣味でもなく、ただのバチ摂関として振るわれる、ロードエノルメの無知の対比が、敵対を色濃くしててよい。どこの歌がちゃんと絶妙に下手いのもぐ。組織の先輩方とご対面、そして対決。悪の組織に内紛はお約束っすね。でもベーゼを覚醒させちゃった時点で、ロード団の負け決定。ロコムジカ、音痴だし、それは関係ない。
絶妙に下手に歌う愛坂優香さん、お見事。お仕置きシーンもエロくて最高。エノルミータの初期構成員ロード団登場。悪の組織的に真っ当な世界征服が反逆になるというのが新しいし、潰す気満々のベーゼとの新たな対立軸の誕生でマンネリも回避するうまい脚本。ロードへのルメのガチさが作風から浮いてるのも面白い。正直失速するかと思ってたけど、ヒイラギュテナが中心にいると面白いな。その上で敵を可愛くするのは、その先のお楽しみも増える。あの歌俺結構好き。何気に無双になってないのも面白いな。レオパルドが星なしの一番の常識人なのが逆に面白いしな。こんなに期待感がある作品は久々。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。